どうも、きみまろです。もう2月が終わろうとしてますので、今日は恒例の買ってよかったものシリーズをお届けいたします。2ヶ月に一度紹介してますので、今回は2021年の1月から2月の買ってよかったものを紹介します。昨年結構大きな買い物をいろいろしてしまったので、今年の初めは比較的お手頃なものが多いです。今回もいろいろありますので、早速紹介していきましょう。まず買ってよかったものの1つ目はこちら。キントーのトラベルタンブラーですね。先日公開したバッグの中身紹介動画でも紹介しましたこちらのタンブラーが買ってよかったものの一つ目です。このミニマルでシンプルなフォルム、そして優れた保温保冷効果で、飲みやすさ洗いやすさも考えられた機能的なデザインで、これは本当個人的にもかなり理想的なタンブラーで、今までねいろいろ使ってきたタンブラーの中では一番使いやすいのがこちらです。こちら 350ml と 500ml の2サイズあるんですけども、こちらは 350ml の方です。カラーバリエーションもいろいろあって、これはブラックですが、表面はねマットなブラックでサラサラした粉体塗装が施されているので、見た目もかっこよくてね、手の馴染みも非常にいいです。でここに小さくキントーというロゴが入ってるんですけども、これ以外はね何もプリントされていないので、見た目もとてもシンプルでいいですよね。で蓋の部分がこういう形になってるので、バッグの中からこういう風に指をかけて取り出しやすいので、この蓋の形も非常に気に入ってます。で蓋を開けるとこのようになっていて、飲み口はこういう風に360度どこからでも飲めるようになってます。突起などもないので口当たりもとてもいいんですよね。それでこの部分もこのように外して洗うこともできるようになってるので、非常にねお手入れもしやすいです。で本体は真空二重構造になっていて、保温保冷効果も非常に高いです。真冬にこれをバッグに入れて外出した時、バッグの中に長時間入れていても最後までね熱々のまま飲めました。このようにパーツがとてもシンプルな作りなので、汚れもつきにくく、ボトルの中の匂いとかもねつきにくいです。あとお手入れもねほんとしやすいです。寒い冬もそろそろ終わりますが、こちらは冬だけでなく保冷効果も非常に高いので、暑い日もオールシーズン使えるキントーのトラベルタンブラー、こちらが買ってよかったものの一つ目です。で続いて紹介するのは、このタンブラーの中に入れて持ち歩くことが多かったこちらの茶葉ですね。 TWGT のオートクチュール1837ブラックティーです。これは紅茶の茶葉なんですけども、これ本当美味しいんですよ。この TWGT というのはシンガポール生まれの紅茶のラグジュアリーブランドらしいんですけども、僕は紅茶はあまり詳しくないんですけども、これをこの前教えていただいて、それで飲んでみたら、もうね今まで飲んでいた紅茶と全く違う美味しさで紅茶感が変わりました。 TWGT には800種類以上の紅茶があるそうなんですが、その中でも人気が高いと言われているこちらの1837ブラックティーを購入しました。この蓋を開けた瞬間にですね、ベリーの甘い香りが広がります。茶葉を取り出してみるとこういった感じの茶葉になってるんですけども、ベリーやフルーツとか花がブレンドされているフレーバーティーなんですね。ですので砂糖なしでもほのかな甘みでねとても美味しいです。こちらは他にも気になる茶葉がいろいろあるんですけども、茶葉にしてはねそれなりにお値段もするので、ちょっとずつ試していきたいなと思います。視聴者さんの中でこの TWGT をよく飲まれる方いたらですね、ぜひおすすめの茶葉なんかもね教えていただけたら嬉しいです。はい、そういうわけで買ってよかったもの2つ目はこちら TWGT のオートクチュール1837ブラックティーです。はい、買ってよかったもの3つ目はこちらボニーク 2.0 です。これは最近話題の家庭用低温調理器ですね。フリーザーバッグの中に下味をつけた肉や魚など食材を入れて、水を張った鍋に入れて、このボニーク本体を鍋に装着して低温で長時間じっくり熱を通すことで、簡単にジューシーな旨味あふれる料理ができてしまいます。僕はこれでサラダチキンなんかを作ることが多いんですけども、もうねスーパーやコンビニのものとは比べ物にならないくらい美味しくジューシーな仕上がりになります。このボニークは今までいくつかのバージョンが出てるんですけども、このボニーク 2.0 は従来のボニークよりもシンプルでコンパクトな設計になっていて、デザインもシンプルでかっこいいです。こちらの上位機種のボニークプロというのがあるんですけども、そちらはね名前の通りプロ仕様だったのに対して、このボニーク 2.0 は外装素材を変えたり出力を必要十分な 1000W に落としたりすることで、家庭用として購入しやすい価格を実現しています。でお湯を入れる容器はボニーク公式でももちろん売ってるんですけど、公式だと5000円ぐらいしてねちょっと高いんですよね。一応100度ぐらいのお湯に耐えられて、深さも20センチ程度あれば大丈夫ということなので、僕はね代用としてこちらの
アスベルというところの1500円ぐらいの容器を使っています。これは Amazon で購入できるので、こちらもリンクを貼っておきますが、ここにこのようにカチャッとクリップで留めるとそこにつくこともないですし、こちらは110度の温度まで耐えられるということなので、こちらを使っています。ここに水を張って、それで味付けした食材をこの中に入れて、それでゆっくり低温調理していくということですね。僕は最近高タンパクな食事を心がけていて、鶏肉や赤身肉、白身魚なんかをよく食べるんですけども、このボ肉 2.0 で低温調理すると驚くほど美味しくなるので、体も舌も喜びます。はい、買ってよかったもの3つ目はこちらのボ肉 2.0 でした。はい、買ってよかったもの4つ目。4つ目はこちらです。モフト。こちらは単体でも紹介動画を公開していますが、マグセーフ対応の iPhone 12シリーズ用のスマホスタンドです。こちら他の動画でも登場するたびに、その iPhone の裏についてるケースは何ですかと質問をいただくことが多いんですけども、それがね、このモフトです。こちらはマグセーフ対応ということで、このようにパカッと磁力で iPhone 12シリーズの背面にくっつけることができるスマホスタンドです。こんなに薄くてシンプルな設計なのに非常に丈夫な iPhone スタンドです。ここはこのように背面につけて、ここをパカッと開けることによって 3way でスマホを立てて使うことができます。まずこれはこのように縦置きですね。こちらに向けて縦で画面を見ることができます。それでこれをこのまま横に倒せば横置きで画面を見ることができます。縦置き横置きとも約60度の角度です。で、横置きの時は YouTube とかそういった動画を見る時なんかにはちょうどいいと思うんですけど、動画なんでもうちょっと高い位置で見たいという時はこれを一度立てまして、それでここを90度こう回転させて、このフロートモードにすることで少し iPhone を浮かせて画面を見ることができます。まあね、動画なんか見るときはこっちの方が見やすいですよね。こういった 3way のスマホスタンドなんですけども、さらにここの部分がカードケースになっていて、カードを 2,3 枚入れることができます。僕はこのモフトを iPhone X の頃からモフト X というのを使っていたんですけども、この iPhone 12シリーズに買い替えてからもこういう風にリリースされるっていうことはやっぱり好評なんでしょうね。で、実際僕の周りもこれを持ってる人非常に多いので、かなりね、人気のスマホスタンドなんだと思います。こちらも Amazon で購入することができます。概要欄にリンクを貼っておきますので、興味ある方は概要欄のリンクからご確認ください。はい、そういったわけで買ってよかったもの4つ目はこちら。モフト iPhone 12マグセーフ対応ウォレット&スタンドです。はい、買ってよかったもの5つ目。5つ目はこちらです。サンタマリアノベッラのボディミルクですね。こちらはザクロの香りです。冬は肌が乾燥しますので、毎シーズン僕はボディクリームとかを使っていたんですけども、今年初めて使ってみたのがこちらのサンタマリアノベッラのボディミルクなんですね。こちらがとても良かったので、買って良かったものとして紹介してみようかと思いました。で、中は割とね、滑らかなんですよね。こんな感じかな。こういった感じでかなりね、柔らかいテクスチャーっていうんですかね、になっていて、保湿力があってしっとり肌に馴染んでベタつくこともなくね、とても使いやすいです。で、何より香りがめちゃめちゃいいんですよね。寝る前にこれを塗ってベッドに入ると優しい香りに包まれてよく眠れます。僕は今まで他にもいろんなボディクリームを試してみたりはしましたけども、これが一番お気に入りですね。香りもいいし、本当に質感もとても好きです。はい、そんなサンタマリアノベッラのボディミルクザクロ、これが買ってよかったものの5つ目です。はい、続いて買ってよかったもの6つ目。6つ目はそこに敷いてあります。はい、買ってよかったもの6つ目はこちら、プリマソーレのヨガマットです。僕は毎朝ストレッチをしたりプランクや筋トレなんかをするときにこれを使っています。今まで別のマットを使っていたんですが、それがね、厚さも薄くてペラペラで使ってる意味があるのかなってくらいにですね、結構肘とかも痛かったんですけども、このプリマソーレのヨガマットは厚さ 8mm で低反発素材みたいな感じになっていて、体重をかけても床に当たってるような感覚が少ないので、体を痛めることなく使えるのがね、気に入ってます。最近は家の中で運動することが多いのでヨガマットはおすすめです。きつい。この表面の足跡のくぼみを見てもしっかり体重を支えてくれていたっていうのがね、わかると思います。で、丸めてキャリングケースにしまえばこのようにコンパクトになりますし、重さも 1.5kg とね、軽量なので持ち運びもしやすいです。はい、買ってよかったもの6つ目はプリマソーレのヨガマットでした。はい、買ってよかったもの続いてはこちら。こちらです。
マナズグリーンさんで購入しました塊根植物、パキポディウム電子フローラムです。これは南アフリカから輸入されて1年以上かけて綺麗に丁寧にゆっくり育ててくれていた株で、三軒茶屋のマナズグリーンさんで出会ってね、一目惚れして連れて帰ってきてしまいました。でマナズグリーンさんの店内にはいくつも多肉植物やこういった塊根植物が並んでいたんですけども、このね株の形雰囲気に強烈にビビッと惹かれまして、その日は本当はフラッと立ち寄って見るだけで購入するつもりもなかったんですけども、もうねこれを見た瞬間になんか一期一会というか、この子は今連れて帰らなきゃいけないってね強く感じてしまって、もうその場で購入しました。このフォルムとバランスめちゃめちゃ可愛いんですよね。それでここに花がちょこんとついていて、このね花はもうへたってしまっているんですけども、これもねどこか愛らしくて自然と枯れ落ちるまでこのままにしていこうかなと思っています。こんな感じで最近は部屋に緑も増えてきて、窓際がねいい感じになってきているんですけども、またこうしてね新しい仲間が増えました。とてもいい出会い、買い物ができました。はい、そういったわけで買ってよかったもの7つ目はこちらのパキポディウム電子フローラムでした。はい、1月から2月の買ってよかったものは以上です。紹介したもののいくつかは概要欄にリンクも貼っておきますので、興味ある方はチェックしてみてください。こちらのチャンネルでは過去にもこういった買ってよかったものをいろいろ紹介していますので、よろしければそれらもご覧いただけたら嬉しいです。あとそうだ、昨年末に視聴者の皆さんが2020年に買ってよかったものを教えてくださいと質問させていただいたところ、多数のアイテムをコメントでおすすめしていただきました。ありがとうございます。とても参考になりました。実際その中から僕もいろいろ購入させていただいたりしましたので、また皆さんが最近買ってよかったものなどあれば、今回のこの動画のコメント欄に書いておすすめしていただけたら嬉しいです。買ってよかったものの情報をみんなでシェアできたら嬉しいなと思っております。はい、そういったわけで2021年1月から2月の買ってよかったものを紹介しました。買ってよかったものシリーズはこのように隔月でやってまいりますので、次は3月4月の買ってよかったものを4月末ぐらいに公開します。こういった買ってよかったものの紹介、興味のある方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。本日もご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。